ハローエブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日はこちらのポルシェカレラ GT を紹介したいと思います。今日は2006年に日本へ正規輸入されたポルシェカレラ GT に乗っています。2003年のジュネーブモーターショーで公式発表されたカレラ GT はカーボン製ザボを持つレーシングカーのポルシェ 911GT198 スペックをベースに開発されたロードゴーイングスポーツカーで、2004年から2006年の2年間で1270台が生産されました。フルカーボン製のボディサイズは全長が 4260mm、 全幅が 1920mm、 全高が 1160mm、 そしてホイールベースは 2730mm ととても低くワイドなシルエットで迫力あるスタイリングを持っています。メーカーのカタログ値の車両重量は 1380kg です。ミッドシップに搭載されたパワーユニットはレーシングエンジンとして開発されたドライサンプ潤滑システムを備える68度のバックカップを採用したナチュラルアスピレーションの V 型10気筒 D4HC エンジンで 5733cc の排気量から最高出力は610馬力の発生回転で発揮、最大トルクは590ニュートンを5750回転で発生しています。レブリミットまで驚くほど速いアクセルレスポンスのため、アクセルコントロールはかなり慎重さを要求されますね。トラクションコントロールをオフにすることは間違いなく厳禁ですね。ギアボックスは6速マニュアルトランスミッションを採用していて、圧着率の高いクラッチはカーボンセラミック素材が採用されています。クラッチペダルの操作性はかなり難易度が高くて、フィーリングはレーシングカーそのものと言ってもよく、ハンドクラッチを使わずにエーストしないように発進するには慣れが必要だと思います。メーカーから公表されている運動性能は0-100キロ加速が 3.8 秒、最高速度は330キロオーバーというルマンスペックを持っています。カレラ GT のために専用設計されたミシュランパイロットスポーツカップは前後で異形サイズを採用していて、フロントが2653519インチ、リアは3453020インチというワイドなタイヤがセンターロック式のマグネシウムホイールに装着されています。ブレーキは前後台形のカーボンセラミックコンポジットブレーキが採用されていて、ストッピングパワーは加速力に見合った性能を発揮しています。サスペンションはレーシングカー同様のレイアウトを持つ前後ダブルイッシュボーンで、インボードにマウントされたダンパーユニットとサスペンションアームはプッシュロッド式を採用しています。そしてとっても嬉しいサプライズはオープンエアを楽しめるタルガトップが採用されていて、風を感じながら快音を奏でるレーシングユニットのソプラノサウンドを堪能できることです。普段格納されているリアウイングは時速120キロを超えると 160mm リアウイングが立ち上がって時速80キロまで車速が落ちると格納されます。このリアウイングはコックピットのスイッチでも操作することができます。レギュレーションの縛りのあるレーシングカーより自由に空力デザインを行うことができたため、時速330キロでおよそ400キロものダウンフォースを発生しているそうです。それではどんなパフォーマンスを体感できるのか、徐々にペースアップしていきたいと思います。エンジンのレスポンスが鋭すぎてあっという間に吹き上がってしまうから、タコメーターをよく見ていないとレグリミッターに当たってしまいますね。それにしてもボディ構成の高さがロードカーの領域を超えていて、サスペンションが正確に動いてくれることで乗り心地の良さは想像以上にいいですね。狙ったラインに向けてステアリングを静かに切り込んでいくと、少ない中でも鋭くノーズが入って、その後は路面にピタッと張り付いたような安定した
だけ本気でアクセルを踏み込んで走らせましたが、ここでは車が速すぎちゃうから、いつかサーキットで全開走行してみたいですね。加速する、減速する、曲がる、そして加速するという一連の動作が驚くほど高い次元で完結してしまう。今から18年も前のモデルとは思えない完成度の高さとドライバビリティを持っていることに本当に驚かされました。レーシング V10 ユニット、強靭なカーボン製シャシーとハイダウンフォースの組み合わせを高次元でバランスさせる技術力は、ルマンを勝つために何が必要かを知り尽くしたポルシェでなければ、レーシングカーを公道で走らせるようなカレラ GT は作れなかったと思います。とても刺激的でエキサイティングな体験をさせていただきました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。